どうもこんにちは。ホビーチャンネル武蔵です。引き続き RX7 の制作になります。ボディの塗装と最終組み立てです。ボディ色はガイアカラーのサンシャインイエローにしました。色の乗りにくい縁の方から塗装していきます。1度目から厚めに垂れない程度で拭いています。1日経ってから表面を確認し、ホコリが乗っていたら紙やすりでこすり落としておきます。2度目の重ね塗りになります。1度目と同じように色の乗りにくい縁の方から塗装していきます。表面が柚子肌状態になってしまったので、3日ほど乾燥させてから紙やすりで水研ぎしました。ホコリが乗っていたらその都度こすり落としておきます。3度目の重ね塗りをします。艶が出るように垂れる寸前まで塗料を吹きつけます。ボディ色は3度塗りで完了にしますが、この後2週間ほど乾燥させた後にクリア塗装を行います。ボディを乾燥させている間に他のパーツを仕上げていきます。ウィンドウパーツにマスキングをしていきます。このキットにはウィンドウ用のマスキングシートは付属していなかったので、小さく切ったマスキングテープを使ってマスキングしていきます。ウィンドウのカーブに合うようにテープを切り出して少しずつ貼り付けていきます。カーブがいびつになってしまったところはデザインナイフで整えました。外側が腫れたので内側も埋めていきます。マスキングの隙間から塗料がにじんでしまったので、コンパウンドでこそげ落としておきました。サイドウィンドウはコンパウンドで消しきれない傷があったので、切り飛ばしてしまい作り直すことにしました。マスキングテープでウィンドウの形を写し取り、ウィンドウの代わりになる透明なものを切り出します。ここでは何かを買った時のパッケージ、多分マウスか何かのパッケージを使用しています。クリア塗装をしていきます。タミヤの除電ブラシを使ってホコリを払っておきます。下地を傷めないように、はじめは砂拭きで拭きます。砂拭きでザラッと拭いた後に、今度はツヤが出るように垂れない程度で拭いていきます。デカールを貼り忘れていたので、貼っていきます。本来はクリアの前に貼るべきものです。2度目のクリアを拭きます。同じ要領でテールウィングもクリアを塗装しておきました。動画には撮っていませんでしたが、次の日にもう一度クリアを拭きました。クリア塗装の後2週間ほど乾燥させてから研ぎ出しを始めます。
クリアの状態が良かったので、ラプロスの6000番から研ぎ出しを行いました。研ぎ出しはできるだけ力を入れずに優しく行う必要があります。力を入れると、ホコリや紙やすりの表面から剥がれ落ちた粒子などで傷をつけてしまうことがあります。コンパウンドで磨いていきますが、ラプロスの6000番以上で研ぎ出しているので、コンパウンドは細めからで大丈夫です。コンパウンドもあまり力を入れないように磨いていきます。手順通りコンパウンドまで行っても傷だらけになってしまう人がいます。これは力の入れすぎで傷をつけてしまっているか、乾燥時間が足りずにまだ柔らかい塗装面を磨いてしまっているかのどちらかだと思われます。クリアは最低1週間は乾燥させ、なおかつ優しく研ぎ出す必要があります。細めで一通り磨けたら仕上げ目で磨いていきます。磨きづらいところは綿棒を使って磨きました。タミヤの仕上げ目の後に長谷川のセラミックコンパウンドで磨きました。ちなみにコンパウンドごとに布は分けて使っています。細めは細めで使った布、仕上げ目は仕上げ目だけで使う布を用意し、仕上げ目の時に細めのコンパウンドが混ざらないようにしています。細めから仕上げ目に移る時には台所用洗剤を使ってボディを洗い、細めのコンパウンドをきれいに洗い流しておきます。窓枠を塗装するためにマスキングをしていきます。フロントウィンドウと同じようにカーブに合わせてマスキングテープを切り出して少しずつマスキングしていきます。マスキングが終わったので窓枠を塗装していきます。ついでに裏側も黒で塗装しておきました。はみ出してしまったところは爪楊枝やデザインナイフを使ってこそげ落としておきます。デザインナイフで塗装面を傷めてしまったのでコンパウンドで磨いておきます。ワイパーを取り付けます。接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきました。はみ出した接着剤は固まる前に水を含んだ綿棒できれいに拭っておきます。使っている接着剤は模型用セメダインハイグレードで水溶性のため固まる前は水をつけた綿棒ではみ出したところの修正ができます。画面はフォグランプの塗装に進んでいます。ここのフォグランプの塗装はなかなか難儀しました。説明書通りだとレンズがクリアの黄色、それ以外は艶消し黒の塗装指示なのですが、パーツ自体が透明なので、レンズ越しに裏の黒色が見えてしまい、レンズの黄色が全く黄色に見えません。そこで黒の前に銀色を塗り、レンズの黄色が映えるようにしました。
塗装指示よりは良くなりましたが、思ったほど綺麗な黄色にはなりませんでした。ウィンドウを取り付けます。ここでも模型用接着剤ハイグレードを使って接着しました。表側に接着剤がはみ出しても水をつけた綿棒できれいにすることができます。バックミラーはミラーフィニッシュでディテールアップしておきました。用意しておいたサイドウィンドウも取り付けておきます。ウィンドウがついたのでボディと合わせてみたところ、どうしたわけかダッシュボードが干渉してボディがうまくはまらなかったので、干渉箇所を削りました。リアウィンドウも干渉してうまくはまらなかったので、ボディ側を削りました。これはキット特有の問題なのか、私の組み方が悪かったのか、ちょっとわかりません。リアウィンドウをボディに接着します。先に表側からマスキングテープで固定しておき、裏側から接着剤を流し込んで接着しました。サイドウインカーは先にシルバーで塗装しておき、その上から水性のクリアカラーを筆塗りしました。クリアパーツは裏側をシルバーで塗装しました。塗装したクリアパーツを取り付けていきます。レジンで複製しておいたウィンカーもクリアパーツと同様に裏側をシルバーで塗装しておきました。はみ出してもエナメル溶剤で溶かし取れるように、縁の黒色はエナメル塗料で塗装しています。ウィンカーの複製は期待通りうまくいきました。リアウィングはこのタイミングで接着しました。サイドミラーのミラー部分はメッキパーツで用意されていましたが、ぴったりと合わなかったのでアルミ板で作り直してみました。表面はアルミを磨いて鏡面状にしようとしたのですが、あまり綺麗な鏡面にならなかったのでミラーフィニッシュを貼りました。
出来上がったサイドミラーを取り付けます。取り付け角度が分かりづらいのですが、説明書の図面を見ながらいい感じに取り付けました。裏から瞬間接着剤で接着しましたが、ここで大失敗をしてしまいました。瞬間接着剤の硬化スプレーを吹いたのですが、スプレーが窓のクリアパーツにかかっています。かかってしまった硬化剤がクリアパーツを侵食してしまい、曇ってしまいました。これが拭き取ったくらいでは全く取れず、コンパウンドで磨き直す羽目になりました。クリアパーツに瞬間接着剤の硬化剤はダメなようです。ウォッシャー液の吹き出し口を作ります。黒く塗った真鍮線をそれっぽく取り付けるだけです。裏から瞬間接着剤で接着して余分な真鍮線を切り取ります。リアのエンブレムは小さすぎてうまく塗装できなかったので、ボディ色を削って下地を出すことで塗ったように見せかけました。周囲の塗装を傷めてしまったので、コンパウンドで磨いておきます。テールランプを塗装します。マスキングが面倒だったので筆で塗ってしまいました。筆塗りは一度で塗るのではなく、重ね塗りを繰り返し色を発色させます。これで3度塗り程度です。ムラがなくなるまで、この後さらに3度ほど塗り重ねました。表側は黒を薄く塗ります。ここははじめクリアブラックを塗ってみたのですが、全く黒くならなかったので、普通の艶あり黒を薄く塗りました。裏側にはミラーフィニッシュを貼りました。光の加減でギラッと輝きます。塗り終わったテールランプを本体に取り付けます。外装パーツの取り付けが終わったので、墨入れをしていきます。エナメル溶剤と綿棒ではみ出した塗料を拭き取っていきます。綿棒は頻繁に新しいものに取り替えながら拭き取っていきます。ホイールは黒で下塗りをした後にシルバーを薄く塗装しました。忘れないようにデカールを貼っておきます。マフラーの内側はアクリルガッシュの艶消し黒で塗っています。リアのワイパーはエッチングパーツで置き換えました。プライマーを塗ってから黒で塗装しています。エッチングパーツにラッカー塗料を直接塗装すると、ちょっと引っかいただけで塗膜が剥がれてしまいます。ナンバープレートをアルミ板で自作します。
エッチングパーツと同じように塗装前に筆でプライマーを塗っておきます。ナンバーは青島のサイトで公開しているナンバープレートメーカーで作成し、プリンターで印刷してみました。印刷したコピー用紙を作ったプレートにそのまま貼りましたが、余力のある人は印刷できるデカール用紙で自作デカールにしても良いと思います。表面はクリアでコートしてコンパウンドで磨きました。エンブレムはボディ色に塗った 0.3mm 厚のプラペーパーに貼って厚みを表現してみました。デカールが欠けてしまったので同じ色でリタッチしています。UV レジンでコートしておきます。出来上がったエンブレムをボディに取り付けます。ボディにデカールを直接貼るより実感が出ました。後ろも取り付けます。このエンブレムは気持ち大きいような気がします。鍵穴の塗装を忘れていたので指定色で塗っておきます。はみ出しても溶剤で拭き取れるエナメル塗料です。最後に艶出しコーティング剤を塗布しておきます。クリアのウィンドウ部分は裏側にもコーティング剤を塗布しておきます。このコーティング剤は曇り止めにもなるようです。作成したナンバープレートを取り付けます。フロントのナンバープレートは少し傾けて取り付けました。このような取り付け方は今年から違法なようなので、実車でやってはいけません。ボディをシャーシに取り付けますが、後で取り外せるように両面テープで取り付けました。窓が曇ったりした時に取り外して拭き取ることができます。エッチングパーツで作成しておいたリアのワイパーを取り付けて完成です。では作ってみた感想になります。このキットでは今回はフロントフェンダーのを修正しています。フェンダーのここの部分が、金型の成形上の都合なのか、2、3ミリ後ろにこう出っ張っていったところを、ここの面が、ボディとの面が合うように削り込みました。タイヤは、そのままだと、外側に5ミリほどはみ出してマッチョなスタイルになっていたので、奥側に5ミリほど引っ込むように修正しています。リアのワイパーはエッチングパーツに置き換えてシャープな印象にしました。エキゾーストパイプは、真鍮パイプで置き換えています。ナンバープレートはアルミパンで作り直しています。前と後ろ。サイドミラーのミラー部分はアルミ板で置き換えました。こちらとこちら。アンカーを透明レジンで置き換えてます。
置き換えてます。あと、ウォッシャー液のノズルを、真鍮線で作り変えてます。あと、このキットですが、リアバンパーの右側のここの R とこちら側の R、ちょっと分かりづらいのですが、左側の方が若干尖ってるような R になってます。こちら側がなだらかな R になっていて、こちら側がこう角張っているような感じになってます。これは、研ぎ出しをしていて、艶を確認しているときに気づいたのですが、右側の反射、研ぎ出した光の反射の具合と、左側の反射の具合が、違っていて気づきました。で、もう塗装が終わってたので、修正はしなかったのですが、このキットを作るときに気になるようであれば、修正が必要だと思います。右側の R の方が、こう、優しい R になっているので、左側のこの尖ってる R を右側と同じような印象になるように削り込んであげればいいと思います。このキットですが、もともとサフを使わないで綺麗に、仕上げることができるかの検証をしたいために、サフなしで作ってみました。サフなしの検証なので、特にキットストレートにそのまま組もうと思っていたのですが、結果的にいろいろと手を入れることになってしまいました。サフなしでの、塗装ですが、やはりサフを使わなかったとしても、塗装面にサフを使った場合と使ってない場合の違いはほとんど、見分けがつかないです。なので、そんなに、キットの時点でこう表面が波打ってるだとか、そういうのが、パッと見でわからないようであれば、やはりサフは必要なさそうに思われます。サフが必要な場合は、例えば、レジンパーツの外部パーツで、レジンパーツのエアロパーツだとか、そういうものを使ったり、こうプラスチックだけじゃないような素材、パテで使って大幅に修正したりとかですね、プラスチックでないようなもので複合体になってしまった場合、そのような場合は、こう色の乗り方が違ったり、する場合があるので、そういう場合にはサフが必要になるとは思います。この程度の、作り込みであれば、全くサフは必要なさそうです。今後、はサフを使わないで仕上げていこうと思います。あと、修正箇所ですが、サイドのウィンドウの部分、こちらとこちら、こちらは、ブリスターパックのような透明なもので置き換えています。若干こっちの方が中が、よく見えるように、なってますので、今回傷があったので取り替えましたが、傷がなかったとしても、こういうようなところを透明パーツで置き換えるのは有効かもしれません。作ってみた感想ですが、いろいろ手は加えてしまいましたが、スタイルはとてもいいスタイルになってます。ボディのスタイルはとてもかっこいい RX7 ですね。ちょっとタイヤが飛び出すところがこのキットの難点のところはありますが、修正する、もしくはちょっと修正するのもとても手間がかかってしまうので、青島とかから売っている外部の、タイヤのパーツ、いろいろなサイズの、タイヤが売ってますので、そちらで置き換えた方が手っ取り早いとは思います。ですが、全体的にはいいフォルムで、とてもかっこいい仕上がりになったと思います。金型が古いキットではありますが、値段も安く、さほど手も加えずにちゃんと完成するので、皆様におすすめのキットだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。